皆様、こんにちは。私は2500年前、領寿仙にて釈尊が法を説いたその場に居合わせた弟子の一人です。本日は、妙法蓮華経、漢字本題13をお届けします。この章は、菩薩や阿羅漢たちの誓いと、釈尊の入滅後の乱れた世の中で、どう生きるべきかを示したものであり、法華経を受け継ぐ私たちの使命を知ることができる重要な部分です。その教えをお伝えしてまいりますので、どうぞ最後までご視聴ください。その時、薬王菩薩と大行説菩薩は、2万人の修行者と共に釈尊の前に進み出て、こう誓いました。世尊よ、どうかご安心ください。私たちは、仏が亡き後も、この法華経の教えを忘れず、読み、唱え、説き続けます。後の世では、人々の善行が減り、慢心や欲望が増えるでしょう。しかし、たとえ困難でも、忍耐をもって教えを広めます。こうして、菩薩たちは、神妙をとして、経典を守り伝えることを誓いました。続いて、500人の阿羅漢、悟りを開いた弟子たちが釈尊に申し出ます。世尊よ、私たちも他の国でこの経を広めましょう。この世界は、煩悩が強く、人々は真理を見失いがちです。さらに、8000人の弟子たちも立ち上がり、私たちも他国で法華経を説きます。と誓うのでした。すると、釈尊の叔母であるマカハジャハ大ビクニと6000人の二僧たちが不安そうに釈尊を見つめます。釈尊は彼女にこう告げます。心配しないがよい。あなたは未来に一切修正危険如来という仏となり、6000人の二僧も共に発子となるだろう。さらに、釈迦の元妻、ヤシュダラにも、具足千万光相如来として成仏するだろう。と約束します。彼女たちは歓喜し、私たちも他国で法華経を説きますと誓うのでした。80万の苦悩菩薩たちも不退転の悟りを得て立ち上がり、こう宣言します。世尊よ、私たちは如来がこの世を去られた後、十方世界、あらゆる世界を巡り歩き、衆生にこの法華経を書写させ、心に受け持ち、読み唱え、その教えを下説し、まさしく実践させ、常に覚えて忘れさせないようにします。これらはすべて、仏のお力によるものです。どうか、生存、遠く高いにあられても、遥かから私たちをお守りください。しかし、釈尊は沈黙したままです。この沈黙は釈尊が彼らの誓いを認めた証なのです。菩薩たちは、さらに強い決意を宿に込めました。濁った末世の世の中には、多くの恐ろしいことが起こるだろう。悪鬼、煩悩や邪心が人々の心に入り込み、私たちを罵り、侮辱する。しかし、私たちは仏を深く敬い信じ、ニンニクの鎧を身にまとう。この法華経を広めるために、あらゆる困難に耐え忍ぶのだ。私たちは、自分の命さえ惜しまない。ただ、無常道、最高の悟りだけを求める。と固く決意したのでした。いかがだったでしょうか。この漢字本題13では、ただ過去の菩薩たちの誓いではなく、仏法が時代を超えて今の世にも受け継がれるという私たちへの呼びかけでもあります。またこの章の最後にある。もし、法、真理を求める者がいれば、私たちはその人のもとへ赴き、仏から託された教えを説きましょう。私たちは世尊の使者です。大衆の中にあっても恐れることはありません。私たちは正しく法を説くでしょう。どうか仏様、安らかにお過ごしください。私たちは世尊の御前と十方世界から来られた諸仏の前でこのような誓いを立てます。
仏よ、どうか、私たちの真心をお見通しください。このように、現代を生きる私たちの時代は、菩薩や弟子たちが話したアクセと言えるかもしれません。情報が溢れ、心が乱れ、本当に大切なものを見失いがちな時代でもあります。しかし、だからこそ、この法華経の真理である、すべての人が仏になりなさい、というメッセージが、今を生きる私たちの心の明かりとなり、苦しみの中でも希望を失わない術でもあるのです。またこの中で大事なことは、宗教者に対して過度に頭を下げすぎた感情を持ったり、神仏に救いを求めるのではなく、神仏に安らかにお過ごしいただき、私たち自身が仏になることを目指すことが大事だということです。私たちも仏の使いであることを今改めて自覚させていただき、この妙法蓮華経の真理となる一仏上、私たち自身が仏になりなさいという教えを信じて目指してまいりましょう。それでは本日の動画はここまでです。今回は妙法蓮華経の漢字本題13についてお話ししました。次回は安楽行本題14の深い教えについてお話しします。もしこの動画が皆さんの心に響いたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただき、この動画をあなたの周りの方にお勧めされることも、釈尊が求める仏の道、大乗の道にもつながることでしょう。また、皆様の感想もコメントでお寄せください。次回もまた、釈尊の教えをわかりやすくお伝えします。それでは、またお会いしましょう。南無妙法蓮華経。